こんにちは、ゆうかです。今から大阪に行くんですけど、今日はドリームスリーパーという夜行バスに乗って行ってみたいと思います。今は出発地点の新宿駅に来ています。今の時間が22時39分なんですけど、バスの出発が23時15分で、あと30分ぐらいあるんですよ。ちょっと余裕持ってきました。初めてなので。そもそもドリームスリーパーっていうのは何かというと、完全個室型の高速バス、快適な眠りとリラクゼーションをコンセプトに様々な設備が導入されてます。夜行高速バスのイメージをガラッと変えたバスとして評判があり、走るホテルとも呼ばれています。名前の通り、いい夢が寝れるバスみたいな感じのコンセプトなのかな。そう、これ予約画面なんですけど、値段も片道で2万円もしたんですよ。新幹線よりも高くて、でしかも予約が全然取れなくて、私これ予約したのがちょうど1ヶ月前くらいなんですけど、なんか運行してる日も結構少なくて、土日しかやってない週とか勤労しかやってなかったりとか、1ヶ月の半分ぐらいしか運行してなくて、全然予約が取れませんでした。バスの乗り場がそこのバスタ新宿って書いてあるところなんですけど、ちょっとそこに行ってみたいと思います。そう、今日めっちゃ大荷物なんだよね。大阪まで行くからさ、着替えもいっぱい持ってきて大荷物になっちゃいました。新宿駅からバス乗るのが初めてだから、うまく乗れるかな。来たー、ドリームスリーパー。かわいい、ドリームスリーパーって書いてる。めっちゃ大きいな。他のバスと比べても大きい。これで11人しか乗らないってすごいな。23時なんか荷物も決められたサイズが持ち込めるみたいで、大きい荷物は下に入れるみたいです。私はね、そこまで大きくなくて、決められたサイズ以下だから中に持ち込めます。ありがとうございます。よいしょ。やばい、通路が狭い。G3。よいしょ。でも個室の中は結構狭くて、両手を広げられないですね。こっちがもう窓なんですけど、こういう風に外の景色がめっちゃ見やすいです。結構声が響いちゃうのであんま喋れないんですけど、静かにします。通路側のドアにハンガーが1つあります。ルームライトは2つあって、前と後ろを照らせるようになってました。緊急 SOS ボタンもあるんだけど、このボタンは押すことがないように体調に気をつけたいと思います。動いた。ついにバスタ新宿を出発します。イエーイ。この時隣のバスの運転手さんと目が合ったので、天皇陛下みたいに手を振ってみました。景色はいいけど、逆に外からも丸見えなのでちょっと落ち着かないな。とりあえず水を飲んで落ち着かせるか。本日は奈良交通をご利用いただきましてありがとうございます。このバスは南海難波高速バスターミナル、大阪駅前、大和西大寺駅南口経由、JR 奈良駅行き夜行高速乗り合いバスドリームスリーパー東京大阪奈良号です。画面中央に見えますのが NTT 代々木ビルです。初めて東京来た時はあれが東京タワーかと思ってました。終点
駅には8時10分に到着いたします。 NASA の理論に着想を得て開発されたゼログラビティシートは座席横のコントロールボタンで調整いただけます。最高の眠りに導くゼログラビティ姿勢は全自動ボタンの下側で設定いただけます。ドリームスリーパーにはアメニティがたくさんあって、これはウェットタオルです。ロゴが入っててかわいい。次は歯ブラシ。中にちゃんと歯磨き粉もついてて便利。これが分かりづらいんですけど、マスク入ってました。これは蒸気でホットアイマスクです。さすが運賃2万円なだけあって豪華なラインナップになってます。最後はヘッドホンとヘッドホンのカバーが置いてありました。初めて乗るので興味津々で隅々まで見渡してます。私の左側に置いてある水筒みたいなのがシャープのプラズマクラスターらしいです。すごい。皆様の安全確保のためシートベルトの着用にご協力お願いいたします。座り心地ちょっと悪いなって思ってたらブランケットの上に座ってました。通りでお尻ボコボコするなって思ってたんですよね。ようやく落ち着きました。乗り心地は普通の高速バスに比べたらいいなって思ったんですけど、1個まず気になったのがこれ。荷物は一応持ち込めるサイズなんだけど、足元に置いたらもうパンパンになるんですよ。ちょっと足を伸ばしたくなったので部屋の外に出て車内を探索してみます。ここがパウダールームです。バスの一番後ろにありました。バスの真ん中には階段があって、ここを降りるとトイレがあります。トイレはすごい綺麗なんですけど、やっぱりちょっと狭いです。まあ私はトイレ行かないんだけどね。バスタ新宿の待合室にコンビニがあって、そこで物資調達をしておいたのでバスパブリパを開催します。本日の瀬取りはもちろんビールとじゃがりこ。出発前はコンビニがとっても混むので早めに物資調達を済ませておくと安心だと思います。ビールがちょっとこぼれちゃったんですけど、部屋にはティッシュがないのでポケットティッシュ持参必須です。料金は新幹線に乾杯。でもビールは美味しい。じゃがりこも食べてく。座席の前に机があってお弁当を食べたり携帯置いて動画見たりもできるので、これがめっちゃ便利でした。走ってる時の揺れなんですけど、個人的には思ったより激しいなと思いました。普段自分で運転するから忘れてたんですけど、私は結構車酔いするタイプなので酔い止め持ってくればよかったなって思いました。まあでもお酒で車酔いごまかせるので OK です。人に運転してもらうのが久々なので快適です。そろそろ東名高速に乗ります。ドリームスリーパーの説明がいろいろ載ってる冊子を見つけました。車内には Wi-Fi まであります。 YouTube くらいなら普通に見れるスピードだったので寝落ちするのに使えそうです。あとはこんな感じです。1時間くらい走って厚木のあたりまでやってきました。
深夜なのもあって車が少なくてよかったです。高速バスは背が高いのでいつもと景色が違って楽しい。でもあと7時間か。腰が爆発しないように祈ります。足柄サービスエリアに到着しました。ここで1回休憩します。寝てる人を起こさないように休憩ですみたいなアナウンスはないので、バスを降りるタイミングが難しかったです。やばい、あと3分でバス行っちゃう。ちょっと急がないとやばい。最初5分くらいバスの中にいたので、コンビニとかは時間がなくて行けませんでした。後悔。休憩が終わってバスが走り出しました。カーテンを閉めて寝る準備をしていきます。ドリームスリーパーは11席しかないので乗客が少なくて洗面台はそこまで混んでませんでした。こうしてカーテンを閉めたら完全個室。この辺も石鹸とかあと除菌シートとかいろいろありました。揺れながら歯磨きをするので体幹も鍛えられて寝る前のいい運動ができます。こう見ると全然バスの中じゃないみたい。ネットカフェみたいな感じです。ただやっぱり揺れが激しいので敏感な人だと眠れないかもしれません。部屋のドアには鍵がないのでたまに勢いで開いたり閉まったりもします。せっかくなのでホットアイマスクをして寝ます。耳栓とかエアポッツとかもあったらもっと寝やすそうです。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。外が明るくなってきました。どの辺かはわかんないんですけど、多分日本です。田んぼが広がっていて、新宿を出発した時とは景色が全然違います。リクライニングを戻していきます。あ、これ足上がるの今気づきました。これだったら荷物も邪魔じゃないかも。狭かったので全身バキバキです。気がつかなかったんですけど、この座席についてる枕動かせるみたいです。寝てる時に揺れで頭が行ったり来たりしてたので、ネックピローか飛行機によくあるこういうのがあったらいいなって思いました。朝風呂派なので持ってきたボディシートで洗車をします。これだけでもすっきりするので結構おすすめです。車中泊する時もこれを使ってるので泊まりの時には必須のアイテムです。今ちらっと見えましたが、東大阪北インターあたりにいるみたいです。いつの間にか大阪に入ってたのでぼちぼち片付けもしていきます。降りるギリギリまで寝ようか悩んだけど、投票の結果早めに片付けをすることにしました。まあ片付けって言っても毛布畳んだだけなので、あとは景色を見てゆっくり過ごそうと思います。
ちなみにこのお水は無料でもらえます。なかなかいいサービス。普通のお水より美味しく感じます。だんだん大阪っぽい景色になってきた気がします。看板に大阪とか入ってるからそう見えるだけかも。ごゆっくりお休みいただけたでしょうか。まもなく南海難波高速バスターミナル、南海難波高速バスターミナルに到着いたします。バスが到着いたしましたら乗務員よりご案内いたします。案内があるまではお部屋でお待ちください。あ、ここのまさき屋っていう焼き鳥屋さん行ったことある？帰り支度をしてて気づいたんですけど、こんなところにパジャマがありました。もったいないので記念に着てみようと思います。場所が分かりづらいよ。茶色いパジャマ、着心地は結構良かったです。あとちょっとで着いちゃうんですけど、最後に思い出を作れてよかったです。イエイ。このパジャマを着て飲むお水はもっと美味しかったです。大阪駅前に到着いたします。お降りの際はお忘れ物のないようご確認をお願いいたします。本日は奈良交通運行便ドリームスリーパー東京大阪奈良号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。無事に大阪駅に到着しました。ドリームスリーパーで8時間近く走ってたんですけど、私割とぐっすり寝れたので体感は3時間くらいでした。寝てる時はいいんですけど、やっぱ起きてる時は結構揺れが気になっちゃって、ちょっとねバス酔いしちゃいました。でも普通の夜行バスと比べたらめちゃくちゃ良くて、もうバスの中の最上級みたいな感じだったんですけど、でも私はやっぱりね新幹線の方が移動も早いし、バスを乗るときは割とコスパを求めてバスに乗るので、ドリームスリーパー新幹線よりも高いし、その点考えたら乗るタイミング難しいんですけど、でもすごいいい体験になりました。あとは朝から予定がある人とか移動中に寝たい人はすごく合ってるなって思いました。私はねこれからユニバに行ってきます。もちろん一人でせっかく大阪に着いたので大阪の観光も楽しみたいと思います。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とコメントと高評価待ってます。もしこの動画好評だったらまたこういう乗り物シリーズいろんな乗り物に乗ってみたいと思います。じゃあバイバーイ。